ちょっと見てもらう通りですね、これオープンフィンガーグローブ、このルールでいよいよやるということになりました。元 K1 チャンピオンの久保井田と申します。残り2分になりました。総合の練習とかをしていくにあたってすごく面白さを感じて、見てるよ大撃できてる。絶対覚えたらめちゃくちゃ強くなるから。自分の人生常にこうチャレンジしたいっていうのがすごい強くて、横にいるのはですね、妻というか彼女、妻なんですけどさらちゃんです。嫁全てが素敵です。確かにずっと僕惚れてるんですよ。出会った時からずっと惚れてるよね。デビュー戦の見どころはズバリ。見どころは、私です。こうやって持ってかれちゃう。確かに今のところ全部話持ってかれてましたね。確かに私のおかげみたいに言っちゃうかもしれない入場曲を私が陣取ってしまうので、入場とかも一緒に。はい、私の歌パワーあるから勝てると思うよ今回来てくれるのは嬉しいなと思って、アピールできると多分かっこいい勝ち方できるんじゃないかなって。いやもう相当モチベ上がりますね。お願いします。個人取材お願いします。お願いします。このまま乗せられちゃう。オッケー。朝倉未来となんかコラボさせてもらった時に2人で寝て戦ってたんですけど、それ結構興奮しちゃって、寝技エロいです。下ネタ？あれはアートっていうか、なんか本当に美しい。だって動物ってさ、寝技で首を噛んで最後の仕留めに行くんですけど、それと似てて結構なんか刺激的です。惚れてる彼女っていうか奥さんっていうかがいてですね、やっぱそれにかっこいいところをやっぱ見せたいので、週単位でちょっと強くなってるっていう実感が湧いてきて、自分の、足りない部分っていうか稲田先生にこう指導をいただいて YouTube でコラボさせていただいたのをきっかけにブレイブジムに通わせていただくようになったんですけど、この先生についていけば久保ちゃんさらに強くなれるよってソラちゃんの勘らしいです。結構天才とか言われてますけど、練習すごいしますね。大手選手ってそのレスラーの中でもそのダブリからの投げとかは世界一だと思う。対策をレスリングでやっちゃうとダメなんで、もう僕がやられて嫌だなっていうのを全部やってくださいってしてるんで、お客さんは楽しみにしてもらっていいと思います。ストライカーっていうか、打撃しかできない、こっちはもうテイクダウンして作戦通り試合遂行したら問題ないかなっていう。本当に化け物ですよ。素材の瞬間わかりますね。ちょっとこれやばいな。相手が逃げてくるのを想定しながら。今までいろんなすごい選手来ましたけど、これ以上の選手はいないぐらいですね。すごいポテンシャルですね。うちの同女性もみんなプロのねトップランカーがみんなテイクダウンされてますし、危険なちょっと投げ食らってちょっととんでもないことになっちゃってるんで。レスリングやってるからレスラーがどれだけ強いかっていうの多分分かってると思うんですよね。彼らが一番そこでは多分レスラー相当強いから無理だよと思ってるんじゃないですか。テイクダウンした後は僕の独壇場になると思うので、そこからのしっかり決めまでフィニッシュまでいける、形っていうのを練習してます。
年末の自分とやったら10秒ぐらいで KO できるんじゃないかなって。めちゃくちゃ悔しかったです。周りの人はよくやったとか見せ場作ったとか言ってくれるけど、やっぱ勝負の世界で勝たなきゃ意味がないので、本当に悔しかったし、もう負けたくないなっていう気持ちになりました。まだ始めたばっかで何言ってんだと思う人もいるかもしれないけど、僕は本気で MMA の世界の最高峰のベルトって目指してやってるので、僕は今回がオリンピック出れなかったから、今回が僕のオリンピックだと思ってもいいと思ってるので、ここでしっかり準備してしっかり勝つことが大事だと思ってます。グラップリングなんかこうやってやって、あと足とかになんかこうやってやってくると思うので、きっとしつこくやってくるんですよ、あの人。だからあの人しつこいから、それを分かった上の練習をしとけばいいと思う。なんか意外と的を得てるというか、意外とそうなんですよ。意外とね、まあ私が主役を陣取っちゃうけど、頑張ってね。すげえ悔しくて、なんか今思い出しはなんか悔しくなっちゃうんだけど、なんか本当に最初は悔しかったんですけど、何もできない自分にがっかりもしたし、最初堀口君の練習を八千君たちがやってたんだな。モノマネ格闘技の練習をずっとやってたのをちゃんとこう心理のある方にガバッてこう変えてあげた。なんでやってたかも分かんないけど、ここでコンビネーションワンツー。安部さんにもそういうこと言われたんで、ゴールがないとどうやって勝つの、ちゃんと見てますよね。聞いた環境が変わって一発目の試合でも心強いトレーナーの方たちがいて、すごく冷静にやってきたことをできました。新生中介全部に答え持ってるから、あの人の答え、格闘技に対する考え方が180度に近いぐらい変わったんで。ライト級も右決だったんですけど、これで1ランク上がったと思うんで、次またライト級の国内チャンピオンよろしくお願いします。いけと、もうバックステップ禁止にしたんで勝ちたい気持ちと負けたくない気持ちって同じようで結構違うんですよ。負けたくないと硬くなるし、勝ちたいっていうのは自分で掴みに行かなきゃいけないんで、必然的にこう前に出ると、僕ができなかったことをみんなに察してるっていうか。いろいろ話もあったんですけど、ムサイフ選手が来れなかったら、僕とサトシ選手で東京ドームってなってたんですけど、ライト級を引っ張ってきた日本人っていうのはライジンで言ったら八千選手だと思ってるんで、今度は逆に僕が勝ってライト級を引っ張っていく日本人としてなりたいなと思ったんで。きつい試合になるともう根性、気合、あと丈夫さ、そこをどう攻略していくかっていう。僕の持ち味体力なんで、だいたい僕が勝ってる試合って3ラウンド目まで持ってってる試合なんですけど、だからそういうふうに僕のゾーンに持ってくることができれば、僕ももちろん疲れますけど、だけど相手は多分もっと死にそうな顔すると思う。ガッツガチですよ、ガッツガチ。佐々木ウルカ VS 堀江義則、注目の集まるフェザーの中に割って入れるかどうかをかけた勝負のあるカード。立ちはだかる敵たちをこれから一人一人ぶっ飛ばします。みんな熱い気持ち持ってるんですけど、またその中でさらにもっと熱い気持ち持ってやってやろうと思ってるんで。
朝倉海戦以前の顎の感覚がないんですよ。次の試合もそうだし、その試合のその後っていうのはやっぱどうなるか分かんないじゃないですか。大きな怪我するかもしれないし、ね、もしかしたら失明とかねしちゃうかもしれないし、もうだからその一戦にかける思いっていうのはやっぱちょっと変わった部分はあったですね。滝沢戦の前によくそれを感じましたね。はい。人生の中最大の大怪我を負いました。試合の中でどんどん成長して強くなっていく、コントロールしています。滝沢はもう守るしかありません。3人目も佐々木に入りました。負けがあってからもっと試合を大事にするようになったっていうか。格闘技ができなくなるのは俺めちゃくちゃ嫌なんで、その体のことも考えてよりナチュラルに近い体重で、格闘技やりたいなと思ってあげました。はい。もうフェザー級はそんな甘くないぞって思ってますね。格闘技バカだし、生活のすべてを中心に全部回しているっていう。格闘技以外はどうでもいいっていう思いとかありますね。格闘技しかないっていう思いはそこはありますね。さあここからテイクダウンを狙って、右左距離を保ちながら右ストレート。効いてる強いな。一発当てりゃ倒れるんで相手が。だから自分の打撃が当たる状況さえ生まれたらもうそこで試合が終わるんで。やっぱり雷神からUSC に目指さなかったら、もう USC チャンピオンっていうその場所がなかったらもう格闘技続けれないと思ってるんで、これから先全部勝ちます。雷神のチャンピオンになりたいっていうのはやっぱ常々思ってるんで、その速さを保ちつつその運動量負けないつもりでストライキングの打撃も全て混ぜた MMA をペーサーでやりたいなと思ってます。最初からずっと攻め続けて相手が倒れるまで殴るっていう一本 KO 決着、やっぱり爆発させたいんで、いや待っててよかったなって、やっぱりウルカーでしょって言われるような試合にしたいですね。はい。一階級上ですけどやっぱ強い選手だし、パンクラスのチャンピオンなんで、目線ください。やりたいと思いましたね、オファーもらった時に。最高の相手をいきなり用意してもらえたんで、一番強いやつとやりたいってなったら、じゃあ今は浜崎彩香が一番強いと思ってるんで、ずっと下の階級でやってきた浜崎選手と上の階級でやってきた私とだと、いろんな差があると思うので完封したいと思ってます。藤野選手とは1回対戦して、その時判定勝ちだったんですけど、ぬるいことをするつもりはないので、しっかり1本 KO で完全決着させていただきたいと思います。なんて呼んでるんでしたっけ？親方ですね。もともと藤野関って呼ばれてて、で私が間違えて親方って呼んじゃって、いや親方じゃないよ関だよって言われたんですけど、親方の方が似合ってるじゃん。相撲ファイターなんで突進型なんですよ。빠져나오면 박정은. 자, 펀치 계속 퍼붓고 있습니다. 두 선수. もう相撲してるみたいな。今日もすごかったじゃないですか、肩出して。はじめまして。ムキムキ。あのまんまですよ。本当に力強くてたまげたというか、試合中に。気持ちはやっぱすごい強いから、もらっても前に出るスタイル、厄介ですよね。厄介というか、嫌ですね、そういう相手の方が。彼女はずっとその当時からトップで、ずっとトップで未だに居続けてるから、尊敬しますよね。ずっと変わらず一番前で引っ張ってるっていう。
선수. 네. 라이트 공고 맞았어요. 네. 선수인데요. 네.戦友みたいな意識もありますよね。いいやつです。先輩ですけどいいやつです。ほぼ同世代なんで、一緒にいて楽しいというか、強いし、やっぱり、結果も残してるんで、やっぱりもうちょっとこう大きい舞台でいろんな人に見てもらいたいなっていう気持ちはやっぱり私はありましたし、仲いい悪いとか、親方に関しては本当に関係なくて、気持ちいい試合しようよって感じ。自分が決めてこれを仕事でやってる以上、仲いいとかそれはあんま関係ないのになっていうの。強い人とやりたいっていうのがね、やっぱ2人とも強くて、ストローで本当人がいなくて試合ができないって外人呼べないからってなった時に、津田が落とせってずっと落としてやりに行けってずっと言ってたんで、津田さんすごい本当はすごい優しいんですけど、見た目が可愛いですよね前回対戦した時にすごい覚えてるのが、めちゃくちゃ藤野さんにキレてて、津田さんがマジでインターバル中床にペタンって座ってインターバルしてるんですよ。その光景めっちゃ怖くてチラチラ床に座ってるよと思って。怖いこの夫婦と。めっちゃ怖かったです。よく叱られてるし。叱られてる？はい、試合の後めっちゃ怒られてます、津田さんに。私の、トレーナーで主人の津田勝則です。はい。津田です。どんな性格ですか？練習に関しては真面目、至って真面目。普段は酒飲んだらどうしようもないんですけど。どうしようもないですか？酒飲んだらどうしようもないです。酒ないし、すぐ寝る。おお。52にこだわってやってたところはあるんですけど、一回り二回りしちゃってる上で、最後まで強いやつをやりたいっていうのをずっと言ってるので、そしたら49のチャンピオンに浜ちゃんがいる。だったらもうそこ行こう。最近の試合見ても、もっと廊下に行けたことはあったと思うんですよね、浜ちゃんだったら。多分あれで決めに行ったんだと思いますよ、僕は。だからハムソヒとやった時も結構そうやったじゃないですか。やっぱどっかで地上波に立ってる責任感とかいろいろ持ってやってんのかなって勝手に予測してます。藤井さんは最後引退する時とかでめちゃめちゃ打撃やってたじゃないですか。はい。組だった人。どっかでそういう思いがあってあんだけ打撃でいくのかな。私もそんな長くできる年じゃないんで、次の世代にまた頑張っていってもらって、格闘技を引っ張っていってもらいたいと思ってます。格闘技やってる若手の選手がもっと追い上げてきてほしいなっていう気持ちはすごい最近よくありますね。やっぱ違うんですよね、多分そのハングリーさというか。多分私はもう藤井さんの背中を見て育ってるっていうか、染みついちゃってるんですよね。ずっと言ってたじゃないですか、藤井さん。男女、一緒に見てほしいってずっと言ってて、最初の頃の女子もう本当学芸会でやっぱり言われた、女子の選手の前には出たくないとか、そもそも最初なんか男子と一緒にやらせてもらえなかったですから、もう別物っていう、同じ格闘技にも入れてもらえてなかったと思うんで、やっぱ男子の格闘家からいや女子の格闘技認めらんねえよとか認めたくねえよとかいうのも聞くし、最初から好意的だったもんね、女子の格闘技に。だってそれ頑張ってる人を別にどこ見下してもしょうがないでしょ。同じきついことやって、もちろん男女差体力差あるけどやってるわけじゃん。2回勝った。
舐められたくないっすよね。女子だからとか言われたくないし、だから女子格闘技って言葉も嫌なんですよ。なんか一緒じゃんって思う、格闘技じゃんって思う。だからそれがこう、まあ、9年前試合した時もまあ本当ガラッガラのディファで試合してて、その2人が次雷神で玉割りでやるわけじゃないですか。そう本当ガラッガラで、それってどんだけのことかってみんな多分分かんないと思うんですよね。やってきた人間にしかできないことじゃないですか。やめたやつはできないから、まあ、俺もそうだったし、光がないような女子格闘技が今度ディファーでやってからたまりでやるって、それはもう走り続けてからじゃないですかね。私ももう多分正直本当次で終わるかもしれないしっていうのは普通に思ってて、浜崎選手もそんなもう何戦もできるとも思ってないんで、今後それよりすごい試合どんどんしていけるぐらいの壁になる試合したいなっていう。単純に、まあ、セコンドですけど、まあ普通に金払ってみたいっていう思いますよね。お前らにはできないだろこれっていうのはしっかり見せたいですよね。お前らっていうのは若い選手。はい。今回のバンタムのトーナメントも含めた上で、その中でも全然面白いっしょって言われる試合にしたいですよね。初っ端からぶっ倒しにいきたいと思います。KO負けも一本負けもない、ダウンもないですね。決めくれるんだったらすごいねって思いますけどね。ずるいことしたくないんで、しっかり格の差を見せて勝ちたいなと。浜ちゃんが打ち合ってくれたのは本当に上等だと思ってるんで、逃げずに来てくれ。2兆円かけた祭りに足りないものは強さ。総合格闘技のお通りだ。殴って蹴って投げて決めて、地位と名誉と金と互いの人生を奪い合う。感動、絆、多様性、そんなもん当たり前。栄光の架け橋を睨みつけ、次の地獄の扉へ向かえ。ヨギボープレゼンツライジン30、熱狂のアリーナが君を待つ。